さん、こんにちは。データ構造とアルゴリズムシリーズへようこそ。今日はオイラーグラフと非オイラーグラフについてわかりやすく説明します。まず、オイラーグラフと非オイラーグラフは何と調べてみましょう。グラフ理論は物と物のつながりや経路を表すための数学及び計算幾何学の分野です。この理論では基本的な問題を考えます。問題はすべての辺を1回ずつだけ通り、同じ辺を2回使わず移動できるかなと考えることなんですよ。この問題からオイラーグラフと非オイラーグラフという概念が生まれました。その考えは数学者のレオンハルト・オイラーによって研究されました。次、オイラーグラフを理解する前に基本的な用語を見てみましょう。1番は頂点です。それはグラフの中の点です。例えば、道路網における都市みたいです。2番は辺です。それは2つの頂点を結ぶ線です。例えば、都市と都市を結ぶ道路です。最後に、頂点の次数です。それは、ある頂点につながっている辺の数です。辺が2本なら、次数は2つです。辺が3本なら、次数は3つです。じゃあ、オイラーの考え方について調べてみましょう。それは頂点ではなく、辺に注目します。それの目的は、すべてのを一度だけ通ることです。あと、同じ辺を繰り返さないことです。この通貨には2つの種類があります。1番はオイラーパスです。そこですべての辺を1回ずつ通る経路です。それに視点と終点が異なることです。それは開いた経路です。2番はオイラー回路です。すべての辺を1回ずつ通ることです。あと、視点と終点が同じです。これは閉じた経路です。今、オイラーグラフを学びましょう。オイラーグラフというのは、オイラー回路を持つ連結グラフです。つまり、ある頂点から出発し、すべての辺を一度ずつ通って同じ頂点に戻ることができるグラフです。オイラーグラフになるためには、グラフは連結していなければならないです。それに、すべての頂点の次数が偶数です。次は、非オイラーグラフについてです。非オイラーグラフというのは、オイラーパスが存在しないし、オイラー回路も存在しないグラフです。これは、オイラーの条件を満たしていない場合に起こります。じゃあ、オイラーグラフと非オイラーグラフの判定基準について話しましょう。一番の基準は連結性です。
グラフは連結している必要があるという意味です。2番の基準は次数の確認です。すべての頂点の次数が偶数ならオイラーグラフです。奇数の次数の頂点が2つだけのはオイラーパスを存在することです。奇数の頂点が3つ以上なら非オイラーグラフです。次、簡単な例を見てみましょう。最初にオイラーグラフの実際の例を見てみましょう。ある公園にこのような散歩道があると考えます。そこで A、B、C と D というすべての交差点では入る道の数と出る道の数が同じです。つまりすべての頂点の次数は偶数と同じ道を2回通らずにすべての道を歩くことができます。出発点に戻ることもできます。最後に非オイラーグラフの実際の例を見てみましょう。ある交差点では入る道より出る道が多いです。いくつかの交差点が奇数の道を持ちます。その場合は同じ道を通らずにすべての道を1回だけ通ることは不可能です。出発点に戻ることもできません。今日のレッスンのまとめです。オイラーグラフの動き方と非オイラーグラフの動き方、それにオイラーグラフと非オイラーグラフの比較、あと実際の例を相談しましたね。今日のレッスンに何か質問があれば下にコメントしてください。いつも私の動画を見てくれて本当にありがとうございます。それじゃあまたね。バイバイ。